皆さんは初詣やお花見という言葉を聞いたことがありますか？今回の動画では日本の一年を通して行われる行事や祝日を見ていきましょう。前半では教科書のような丁寧な言葉を使った文で漢字に振り仮名をつけています。後半では友達との自然な話し言葉の文で漢字には振り仮名をつけていません。好きな字幕を選んで活用ください。1月、お正月、1月1日。新年は日本人にとって特別な時間です。家族や親戚、友人と集まり、神社へお参りに行き、新しい年の健康や幸運を祈ります。家ではおせち料理と呼ばれる伝統的な食事を楽しみます。その食事には意味があるので、代表的なものをご紹介します。黒豆。豆に働くという願いが込められ、健康で元気に豆に心を込めて生活するという意味を持ち、勤勉さを象徴します。伊達巻き。巻物のような形をしているため、知識を広げるや学問や文化の発展を願う意味があります。栗きんとん。金運アップを象徴しています。きんとんは黄金の布団に見えるため、金運や財運を願う一品です。日本のお正月で子供たちが楽しみにしている伝統的な習慣の一つがお年玉です。親や祖父母、親戚が子供に袋に入れたお金を渡します。お年玉には新しい一年を迎える子供たちに元気に育ってほしいや幸せな一年を過ごしてほしいという願いが込められています。年賀状は新年の挨拶として贈られる伝統的なハガキです。親戚、友人、同僚などに感謝の気持ちや新年の祝福を伝えるために贈ります。デザインには干支や縁起物が使われることが多く、写真や手書きのメッセージ、ハンコを押す人もいます。最近では、はがきの代わりに年賀メールや SNS のメッセージで挨拶を済ませる人も増えています。成人の日、1月第2月曜日。18歳を迎えた若者を祝う日です。特に女性は華やかな振袖を着て、家族や友人と写真を撮ることが多いです。男性もスーツや袴姿で参加し、地域の式典に出席します。久しぶりに小学生や中学生の頃のクラスメイトに会えたり、同窓会を開いたり、楽しい時間を過ごします。2月、節分、2月3日頃、鬼は外、福は内という掛け声とともに、家の中で豆まきをする行事です。厄払いと幸運を呼び込むため、家族みんなで豆をまきます。最近では、恵方巻きを食べる習慣も人気です。巻き寿司をその年の縁起が良い方角に向かって無言で食べると願いが叶うと言われています。みんなで無言で巻き寿司を同じ方向に向かって食べる姿は
少し滑稽かもしれませんが、きっと良い思い出になるでしょう。バレンタインデー2月14日、恋人や好きな人に愛や感謝を伝える日です。日本では女性が男性にチョコレートを贈るのが一般的なスタイルです。最近では本命の異性にチョコレートを渡すほかに、いろいろな対象者に渡すこともあります。義理チョコは職場の上司や同僚、友人に感謝を込めて贈るチョコレートです。日頃のお付き合いの一環として贈るのが一般的です。友チョコは女性同士の友達がお互いに贈り合うチョコレートです。楽しいイベントとして交換することが多いです。自分チョコは頑張った自分へのご褒美として購入する高級チョコレートです。本当に好きな人に渡すチョコレートは本命チョコと言います。私はバレンタインデーの次の日に安くなったチョコレートを自分用に買って楽しんでいます。3月、ひな祭り、3月3日、女の子の健やかな成長を祈るお祭りです。家ではひな人形を飾り、ちらし寿司やひなあられを食べます。ひな人形は3月3日を過ぎたら早めに片付けます。これはひな人形をその日を過ぎても飾り続けると、その家の女の子の結婚が遅れるという迷信があるためです。ホワイトデー3月14日、2月14日のバレンタインデーにチョコレートやプレゼントをもらった人がそのお返しをする日とされています。お返しはお菓子が一般的で、キャンディー、クッキー、マシュマロなどがよく選ばれます。また、アクセサリーや雑貨を贈る人もいます。ただ、決まりはないものの、お返しのお菓子には意味があると考える人もいます。例えば、マシュマロは付き合いません。キャンディーは好きですのように捉える人もいるので、返事は言葉にして言う方が良いでしょう。春分の日、3月20日頃、昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、自然を敬い、生き物に感謝する日です。春のお彼岸の中日にあたることから、先祖を敬い、お墓参りをする家庭も多いです。春分の日は、新しい季節の始まりを祝う行事の一つです。4月、入学式、入社式。4月は日本で新しい年度の始まりの月です。ほとんどの学校が3月に卒業式を行うため、年度の区切りとなります。桜が咲き誇る中、子供たちは新しい学校へ通い始め、大人たちは新たな職場で新しいスタートを切ります。お花見、春に咲く桜の花を楽しむ行事です。家族や友人、同僚などと集まり、桜の木の下で食事やお酒を楽しみます。公園や川沿いなど桜の名所には多くの人が訪れます。ライトアップされた夜桜を眺める夜桜見物も人気があり、場所によっては
屋台が並びます。桜の下など、良いスポットを確保するために、レジャーシートを敷いて、早めに場所を押さえる場所取りを行います。5月、ゴールデンウィーク、4月末から5月初旬。毎年4月末から5月初めにかけて続く祝日の連休を指します。多くの人が長期休暇を取りやすく、旅行やイベントを楽しむ人もいます。特に4月から新しい環境で過ごし始めた日本人にとって、ゴールデンウィークはリフレッシュする良い機会です。ゴールデンウィーク中の祝日を紹介します。4月29日、昭和の日、昭和天皇の誕生日。5月3日、憲法記念日。5月4日、緑の日。この日は自然に親しみ、その恵みに感謝し、緑豊かな環境を大切にすることを目的としています。5月5日、子供の日。この日は子供の健やかな成長を祝う日です。柏餅を食べるのも一般的で、家計が絶えないことを意味します。鯉のぼりを飾るのも伝統的です。力強く泳ぐ鯉は、子供たちが困難を乗り越えて大きく成長する姿の象徴とされています。5月病。4月から新しい環境に慣れる中で、仕事や学校に対するストレスがたまり、5月に感じる心や体の不調や疲れを指します。症状としては、だるさや食欲不振、寝れないなどが挙げられます。疲れた時は自分を大切に休みを取りながら無理をせず心のケアをしてくださいね。母の日、5月の第2日曜日。母親に感謝の気持ちを伝えるための特別な日です。家族や子供たちが母親にカーネーションを送ったり、手作りのプレゼントやカードを渡したりすることが一般的です。私は母親のために食事を作ったり、感謝の気持ちを伝えたりしていました。6月、梅雨の季節。6月から7月にかけて続く、特に湿気が多く、雨が頻繁に降る季節です。雨や曇り空が長く続き、湿度が高いです。湿気が多いため、ジメジメしています。一方で、湿気によって草木がよく長生きするため、農作物にとっては恵みの季節とも言えます。また、季節の花としてアジサイが有名で、寺院や公園でその美しさを楽しむ人が多いです。父の日、6月の第3日曜日、父親に感謝の気持ちを伝えるための特別な日です。母の日と同様に、子供たちや家族が父親にプレゼントを贈ったり、感謝の言葉を伝えたりすることが一般的です。父の日の象徴的な花はバラで、特に赤や黄色のバラを贈る人もいます。7月、七夕、7月7日。七夕は織姫、
織物の女神と彦星、牛飼いの拝みの神話にちなんだお祭りです。二人は天の川を隔てて暮らしており、年に一度7月7日に天の川という星の橋を架けて再会できるというものです。この日は願い事を書いた短冊を竹の笹に飾ります。夏祭り、7月から8月にかけて日本各地で夏祭りが開催されます。神社やお寺の祭礼や収穫を祝う意味が込められたものが多いです。代表的な夏祭りには、京都の祇園祭や徳島の阿波踊り、青森のねぶた祭などがあります。お祭りでは豪華な出汁や屋台でお祭り特有の食べ物などが楽しめ、浴衣を着た参加者は一体となって盛り上がります。土曜の丑の日、夏の土曜の期間にあたる日で、特にうなぎを食べる習慣があることで知られています。季節の変わり目で暑さで体力が消耗しやすいため、栄養価が高く、スタミナをつけるためにスタミナ料理を食べます。体力を回復し、暑い夏を乗り切る力をつけようという意味が込められているこの風習は江戸時代から続きます。8月、お盆、8月13日から15日、先祖の霊を迎え、供養するための期間です。お盆では家族が集まり仏壇にお供え物をしたり、墓参りをして先祖を敬います。お盆の期間中、精霊を迎えるための灯籠を灯したり、盆踊りなどの地域行事が行われることもあります。お盆の期間は地域により異なり、新盆、7月盆と旧盆、8月盆に分かれます。東京や函館などは新盆、その他の大体の地域は旧盆です。夏休み。日本の学校の夏休みは通常7月下旬から8月末までの約6週間にわたって取られる長期休暇です。この期間、学生たちは学校が休みとなり、家族旅行やキャンプ、花火大会などを楽しんだり、自由な時間を過ごします。夏休み中は宿題が出ます。小学生の夏休みの宿題の定番は、読書感想文や自由研究、プリントなどです。会社員の夏休みは、8月のお盆の時期に取ることが多いです。会社によっては、数日から1週間程度の休暇が与えられます。最近では、夏休みを自分の仕事に合わせて自由に取れる会社も増えており、個人の考えが尊重される企業もあります。9月、敬老の日、9月第3月曜日、お年寄りに感謝を伝える日です。長生きを祝うとともに、祖父母や高齢者へ感謝の気持ちを伝えます。家族で集まって食事を楽しんだり、祖父母に手紙やプレゼントを送る人もいます。十五夜、9月17日。十五夜は日本の伝統的な月見の行事です。一年で最も美しい月が見られます。この日は
秋の収穫を祝うとともに、月に感謝を捧げる日とされています。美しい満月を眺めながら、団子やすすき、季節の食べ物を備える習慣があります。月見に欠かせないお団子は、白くて丸い形が特徴で、月を象徴しています。秋分の日、9月22日、昼と夜の長さがほぼ等しくなるこの日は、秋の訪れを感じるとともに、先祖を敬い、亡き人を偲ぶ日とされています。収穫の時期にも重なるため、農業を職業にする人々にとっては、感謝を捧げる日でもあります。10月、スポーツの日、10月の第2月曜日、スポーツを楽しみ、健康づくりを促進することを目的としています。多くの小学校では運動会が開催され、子どもたちはチームに分かれて競い合います。お昼にはお弁当を囲んで家族みんなで応援する学校も多いです。昔は勝敗をつけていましたが、最近では子どもたちに配慮し、勝ち負けを決めないルールに変更している学校もあります。食欲の秋、秋の気候と豊富な旬の食材に恵まれた時期に、食べ物が一層美味しく感じられることから、このように言われるようになりました。秋は栗、さつまいも、きのこ、魚介類など、旬の食材がたくさんあり、味わい深い料理が楽しめます。この季節に食べ物が美味しく感じられることから、秋は食欲が増す時期として広く知られています。紅葉、秋の訪れとともに木々の葉が色づき、赤や黄色、オレンジといった美しい色合いに変わる現象を指します。日本では特に10月下旬から11月頃、全国の山や公園で紅葉が見頃を迎え、紅葉を楽しむ人々で賑わいます。紅葉は自然の美しさを感じるとともに、秋の深まりを実感できる風物詩として秋の一大イベントとなっています。11月、文化の日、11月3日、日本の文化や芸術をたたえ、学問や文化の発展を願うことを目的としています。文化の日には、全国で文化的なイベントや芸術展が開催されることが多く、美術館や博物館で特別展が開かれます。七五三11月15日、3歳、5歳、7歳の子供の成長を祝う日本の伝統行事です。子供の健康と成長を願うもので、親や親戚が祝って写真を撮ったり、千歳飴をもらったりして、無事に成長したことを喜びます。子供たちは晴れ着を着て神社に参拝します。着物を着た子供たちが神社に参拝する姿はとても可愛らしいです。いい夫婦の日、11月22日。この日は
夫婦の絆を深め、感謝の気持ちを伝えることを目的としています。数字の11月22日がいい夫婦と読むことができることから、この日が選定されました。家族やパートナーに感謝の気持ちを表す機会となっており、この日に結婚する人も多くいます。12月、クリスマス、12月25日、日本でも広く親しまれ、特にクリスマスイブの12月24日には、恋人との時間を大切にする習慣があります。家族や恋人、友人とパーティーをしたり、プレゼントを交換したり、特別なディナーを楽しむ人もいます。逆に、恋人がいなくてクリスマスを一人で過ごす人は、クリぼっち、クリスマスプラス一人と呼ばれ、肩身が狭い思いをすることもあります。ちなみに今年の私はクリぼっちです。仕事がある日なので気持ちが紛れてよかったです。大晦日、12月31日。多くの家庭では、この日を家族や親しい人々と過ごし、年越しの準備をします。大晦日の夕飯は、年越しそばを食べる習慣があります。神社や寺院では、除夜の鐘を鳴らし、108回の鐘の音が一年の煩悩を払い、新しい年を迎える準備を整えてくれます。年が明けるとすぐに神社へ行き、初詣に行く人もいます。中には夜中から神社に行く人もいて、年越しの瞬間を神社で迎えることもあります。また、大晦日の国民的番組といえば、紅白歌合戦で男性と女性の歌手がチームに分かれて歌を披露し、点数を競い合います。しかし、現在では多様な過ごし方をする人が増え、昔ほど定番ではなくなってきているようです。興味深いと感じた行事はありましたか？ぜひ、日本に訪れた際には参加できる行事を存分に楽しんでみてくださいね。ここまでご覧いただきありがとうございました。次は友達に話すような文でお話ししていきます。みんな初詣とかお花見って聞いたことあるかな？今回の動画では日本で一年を通して行われる行事や祝日について話していくよ。1月、お正月、1月1日、新しい年が始まるお正月は、日本人にとって特別な時間なんだよね。家族や親戚、友達と集まって神社にお参りに行ったり、健康で幸せな一年になりますようにって祈ったりするよ。家ではおせち料理っていう伝統的なご飯を食べるんだけど、これにはそれぞれ意味があるんだよ。黒豆、豆に働くっていう願いが込められてて、頑張って働けるようにって意味なんだ。伊達巻き、巻物みたいな形をしていることから、知識を広げたり、学びの発展を願う意味があるよ。栗きんとん、見た目が金の布団に見えるから、金運が良くなるようにっていう願いがあるんだ。それと、子供たちにとって楽しみなのがお年玉。親とか
おじいちゃんおばあちゃん、親戚の人が袋に入れたお金をくれるの。嬉しいよね。お年玉って新しい年を迎えた子供たちに元気に育ってねとか今年も幸せにねっていう気持ちが込められているんだよね。大事に使わなきゃって思うよ。年賀状もお正月の大事な習慣の一つだよ。親戚とか友達、会社の人に今年もよろしくって気持ちを込めて送るはがきなんだ。干支とか縁起のいいデザインを使ったり、自分の写真や手書きのメッセージを書くよ。消しゴムを彫ってハンコを作る人もいるね。最近ははがきじゃなくてメールとか SNS で新年の挨拶をする人も増えてるらしいよ。成人の日、1月第2月曜日、18歳になった若い人たちをお祝いする日、特に女の子は華やかな振袖を着て家族や友達と写真を撮ったりするんだよ。男の子もスーツや袴を着て地元の式典に出たりするよ。久しぶりに昔の同級生と会ったり、同窓会を開いたりすることもあって、みんなで楽しく過ごすんだよ。2月、節分、2月3日頃、鬼は外、福は内って言いながら豆まきをするよ。家族で一緒に豆をまいて厄払いをしたり、幸運を呼び込んだりするんだ。最近は恵方巻きを食べるのも人気だよね。その年の縁起がいい方角を向いて無言で巻き寿司を食べると願いが叶うんだって。でもみんなで無言で同じ方向を向いて食べるの、ちょっとおかしくって笑えるよね。それも楽しい思い出になりそうだね。バレンタインデー、2月14日。好きな人に告白する日だね。バレンタインって日本だと女の人が男の人にチョコを渡すのが定番だよ。最近はね、本命の相手にチョコを渡すだけじゃなく、友達とか家族とかいろんな人に渡すことも増えてるよ。義理チョコってさ、会社の上司とか同僚、それと友達に感謝の気持ちを込めて渡すチョコのことね。普段の感謝を伝えようっていう感じかな。友チョコっていうのは女の人同士の友達で送り合うチョコのことね。楽しいイベントとして気軽に交換する感じ。自分チョコって言って、自分へのご褒美で高級チョコを買う人もいるんだよ。ちなみに本命の人に渡すチョコは、そのまま本命チョコ。私はバレンタインの次の日に安くなったチョコを買うのが楽しみなんだ。3月、ひな祭り。3月3日、ひな祭りは女の子の成長を願うお祭りなんだ。家でひな人形を飾ったり、ちらし寿司やひなあられを食べたりするんだよ。でもね、ひな人形は3月3日を過ぎたら早めに片付けるのがいいって言われてるんだって。片付けないと
結婚が遅くなるっていう迷信があるみたい。ホワイトデー、3月14日、バレンタインデーにもらったもののお返しをする日ね。キャンディーやクッキーとかのお菓子を送ることが多いけど、アクセサリーとか雑貨を渡す人もいるね。あと、お菓子には意味があるって言われてることもあるよ。マシュマロは付き合えません。キャンディーは好きです。みたいな感じで。でも、気持ちはちゃんと言葉にして伝えた方がいいかもね。春分の日、3月20日頃、昼と夜の長さがほぼ同じになる日だよ。この日は自然を大切にしたり、感謝する日だよ。春のお彼岸の真ん中の日にあたるから、この日はお墓参りをする人も多いんだよね。あと、春分の日って新しい季節の始まりをお祝いする行事でもあるよ。春分の日って春が始まる感じがしてワクワクするよね。4月、入学式、入社式。4月は新しいスタートの時期だよね。桜が咲く中での入学式や入社式って日本らしくていいよね。子供たちは新しい学校に通い始めるし、大人たちは新しい職場で働き始めるんだ。お花見。春といえばお花見。家族や友達、同僚と集まって桜の木の下で食べたり飲んだりするんだよ。公園とか川沿いの桜の名所にはたくさんの人が集まるよ。ライトアップされた夜桜も人気で、屋台が出るところもあって、お祭りみたいな雰囲気になることもあるよ。でも、桜の下とかのいい場所を確保するために、朝早くから場所取りするのはちょっと大変。5月、ゴールデンウィーク、4月末から5月初旬。ゴールデンウィークは4月末から5月初めの連休のことだよ。この時期は旅行に行ったり、イベントに参加したりする人が多いんだ。特に4月から新しい環境でスタートした人にとっては、ゴールデンウィークって疲れを取ったり、リフレッシュしたりするのにぴったりのタイミングなんだよね。ゴールデンウィーク中の祝日を紹介するね。4月29日、昭和の日。昭和天皇の誕生日。5月3日、憲法記念日。5月4日、緑の日。この日は自然と触れ合ったり、その恵みに感謝したり、緑を大切にすることがテーマなんだよね。5月5日、子供の日。子供の成長をお祝いする日だよ。柏餅を食べる習慣もあって、家計が途切れないようにっていう願いが込められてるんだ。鯉のぼりを飾るのも昔からの伝統だよね。力強く泳ぐ鯉の姿が子供たちがいろんな困難を乗り越えて成長していく様子を表してるんだって。5月病。新しい環境に慣れようとして無理しちゃうと5月頃に疲れが出ちゃうことを言うよ。だるさとか食欲が落ちたりすることもあるから無理せず休むのが大事だよ。母の日
5月の第2日曜日、母の日はお母さんに感謝を伝える日だよね。お母さんにカーネーションを送ったり、プレゼントを渡したりするのが普通だよ。私の場合は料理を作ったり、感謝の気持ちを伝えたりしてたよ。6月、梅雨の季節。日本の梅雨って毎年6月から7月くらいにかけて続くんだよね。湿気が多くって雨がよく降る季節だよ。長い間雨が降ったり、曇り空が続いたりして湿度が高くなるんだよね。じめじめとした気候がちょっと不快だよ。湿気のおかげで草木はすごくよく育つから農作物には良い季節なんだよね。アジサイがすごくきれいに咲くんだ。雨が多いとちょっと嫌になるけど、アジサイを見に行くのは楽しいよ。父の日、6月の第3日曜日。父の日はお父さんに感謝を伝える日だね。父の日も母の日と同じように、子供たちが父親に感謝の気持ちを込めてプレゼントを送ったり、ありがとうを伝えたりするよ。バラの花を贈ることが多いみたいだけど、家族みんなでお祝いするから、食事も豪華で嬉しいんだ。7月、七夕、7月7日。七夕って織姫と彦星が一年に一度だけ会える日なんだよね。二人は天の川を挟んだ場所に住んでいて、年に一度星の橋で再会できると言われてるんだよ。ロマンチックな話だよね。短冊に願い事を書いて笹に飾るのがしきたりだよ。子供の頃、学校で短冊に願い事を書くのが楽しかったな。夏祭り。夏祭りは日本の夏を代表するイベントの一つだよね。神社やお寺で行われるお祭りに浴衣を着て楽しむ人も多いよね。京都の祇園祭や徳島の阿波踊り、青森のねぶた祭が日本のお祭りの中でも特に有名だよ。お祭りでは綺麗な出汁や屋台でお祭りによくある食べ物を楽しんで、みんなで一緒になって盛り上がるから楽しいよ。土曜の丑の日、夏バテしないように栄養満点のうなぎを食べる日だよね。季節の変わり目で体力がなくなるから栄養があるものを食べて暑い夏を乗り切るぞって感じかな。この習慣、江戸時代から続いてるんだって。昔の人も夏バテしていたんだな。8月、お盆。8月13日から15日。お盆は先祖の霊を迎えて供養する期間だよ。家族みんなで仏壇にお供え物をしたり、お墓参りに行ったりするんだ。地域によっては、盆踊りとか、灯籠流しもあって、独特の雰囲気があるよね。お盆の時期は、地域によって違ってて、7月の新盆と
8月の9本に分かれてるんだよ。東京とか函館は2本で、他の場所はほとんど9本みたい。夏休み。学生の夏休みはだいたい7月下旬から8月末までだよね。宿題もあるけど、家族旅行とかキャンプ、花火大会なんかもあって楽しく過ごせるよ。小学生の夏休みの宿題って本を読んで感想を書いたり、プリントとかが定番だよ。自由研究のテーマ決めがいつも嫌だったなぁ。大人もお盆の時期に休みを取ることが多いね。だいたい1週間くらいかな。最近は好きなタイミングで夏休みを取れる会社も増えてるみたいだね。人気の場所も空いてる時に行ければ楽だよね。9月、敬老の日、9月第3月曜日。敬老の日って、おじいちゃんおばあちゃんとか、年配の方に感謝を伝える日だね。家族みんなで集まってご飯を食べたり、手紙とかプレゼントを渡したりする人が多いみたい。十五夜、9月17日。十五夜は日本の昔からの行事で、満月を見ながら季節を楽しむ日だよ。一年で一番綺麗な月が見られるって言われてて、この日は秋の収穫を祝う日だよ。満月を見ながら団子やすすき、秋の食べ物をお供えするんだ。お団子って白くて丸い形が月みたいで可愛いよね。月を眺めながら食べると余計に美味しく感じるよ。秋分の日、9月22日。この日は昼と夜の長さがほとんど同じになる日なんだって。先祖を思ったり、亡くなった人を思い出したりする日なんだ。農家の人にとっては収穫の時期でもあるから感謝する意味もあるんだって。秋が深まっていくのを感じる季節だよね。10月、スポーツの日、10月の第2月曜日。スポーツを楽しんで健康でいるようにすることが目的なんだよ。小学校では運動会が多いよね。赤組と白組とかチームに分かれていろんな競技やダンスをするんだ。家族が学校に来て応援してくれるんだよ。お昼はお弁当をみんなで食べるから、いつもより美味しく感じるよね。最近は勝ち負けを決めない学校もあるみたい。だけど私は勝ち負けがあるから燃えてたな。応援とかリレーも思い出深いよ。食欲の秋。秋って気候も穏やかだし、美味しいものがいっぱいだよね。栗とかさつまいも、きのこ、魚とか季節の食材がたくさんあるからワクワクするね。涼しくなってくると食欲も増すし、つい食べ過ぎちゃうんだよね。特に焼き芋は外せない。ホクホクで本当に美味しいよ。紅葉。秋といえば紅葉もあるね。葉っぱが
赤や黄色に色づくのがすごく綺麗。特に10月の終わりから11月は紅葉を見に行く人も多いし、山とか公園に行くと癒されるよね。紅葉は自然の美しさを感じるとともに、秋の深まりを実感できるよ。写真映えするスポットもたくさんあるから、観光にもぴったりだよ。11月、文化の日、11月3日。日本の文化や芸術を楽しむ日だね。美術館とか博物館で展示会が開かれることもあるし、文化的なイベントもいろいろなところでやってるよ。七五三、11月15日、3歳、5歳、7歳になった子供をお祝いする行事だよ。子供の健康と成長を祈る日だよ。晴れ着を着た子供たちが、ちとさあめっていう長い飴を持って写真を撮るのが定番だね。綺麗な着物を着て神社でお参りする子供たちの姿って本当に可愛らしいよね。いい夫婦の日、11月22日。この日は夫婦の絆を深めてお互いに感謝の気持ちを伝えることが目的なんだよ。11月22日がいい夫婦で読めるから、この日になったんだよね。ダジャレだね。感謝の気持ちを伝えたり、プレゼントを渡したり、一緒にご飯を食べたりするみたい。この日に結婚するカップルも多いって聞いたよ。12月、クリスマス、12月25日。日本ではクリスマスって家族や恋人、友達と楽しむ日だよね。特にイブは恋人の日って感じ。カップルや家族でパーティーをしたり、プレゼント交換するのも定番だよ。逆に恋人がいなくてクリスマスを一人で過ごす人はクリぼっちって呼ばれてて、ちょっと寂しい思いをすることもあるんだよね。ちなみに今年の私はクリぼっちだけど、仕事があるおかげで気が紛れてよかったよ。大晦日、12月31日。大晦日は年越しの準備をして、家族や友達とまったり過ごす日だよね。夕ご飯には年越しそばを食べる人が多いよ。あったまるしね。寺院で鳴らしてくれる除夜の鐘を聞きながら今年の煩悩を払うよ。108回も鐘を鳴らすから、鳴らす人も大変だよね。年が明けるとすぐに神社に行って初詣に行く人もいるんだよね。夜中から神社に行って年越しの瞬間をそこで迎える人もいるんだよ。大晦日に見るテレビ番組といえば、紅白歌合戦だよね。男性と女性の歌手がチームに分かれて歌を歌って点数を争うんだよ。でも最近はそれぞれ好きな過ごし方をする人が増えてるみたい。
私も最近はテレビを見なくなったな。楽しそうな行事はありましたか？もし日本に訪れることがあったら、参加できる行事を楽しんでみてね。最後までご覧いただき、ありがとうございました。また、一緒に日本語でお話ししましょうね。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。